はい、いて座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は3月25日の繁栄月食から4月9日の皆既日食までの2週間を星の解説を踏まえてタロットを見てみたいと思います。お願いします。はい、久々にこのジルのタロットカードで見ようかと思います。はい、ちょっとお知らせなんですけれども、私の方でやってるアストロ&タロットフレンズというものがありまして、これは星のことが好きとかタロットのことが好きっていう方が、毎月一緒に集まって勉強したりとか、オンラインでも勉強したりとかもしますし、動画もねもう300本以上見放題になっています。でまたそういった勉強とかではなく、情報だけ欲しいよという方は LINE のメンバー登録もやっていますので、何かご要望に応じてご興味ある方は概要欄に詳細載せていますのでご覧ください。では行きましょう。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。はい、ペンタクルスのナイトですね。これはそれとペンタクルスの3、マジシャン、ワールドの逆、カップ4の逆、そしてワンド8の逆、そしてワンドキングですね。気をつけることや対策はソードの、ページと、ペンタクルスの7、そしてオラクルはソードの8の逆です。なるほど。ちょっと先に星の解説させていただくと、3月の20日以降っていうのは、いて座の皆さんはね、自分を押し出していくような流れに入っています。でこれは自分で自分のことを認めて、自分を表現していくぞとか、もっと何かを言っていくぞとか、チャレンジしていくぞっていうエネルギーですでにいる方にとってはものすごく意気揚々と、道が開いてきたみたいな感じに感じるんですけども、なんとなく自分をこう出すのが怖いとか、ちょっとおじけづいてるとか、どうしようかなと思ってる方にとっては、なんか早くしなきゃいけないのにできてないみたいな、そういった焦りを感じるかもしれません。ただ宇宙はもういいんだよって、なんか新しい方に行っていいんだよとか、もっと自分の好きなようにチャレンジしていいんだよっていうようなエネルギーで応援してくれてると思っておいてください。そしてちょうどね4月の2日から、4月25日までっていうのが水星が逆行するんですね。でこの逆行期間っていうのは少しね、自分の思考も行ったり来たりしてなかなか決められなかったりとか、こうあれこれ考えすぎてしまったりとか、現実世界の中では交通手段が乱れたり、メールが届かないとか、連絡が取りにくいみたいなこともあったりするので、スケジュールは余裕を持って変更できるように組んでいく方がいいかと思います。でちょうどねこうやってじゃあ外に出ていくかとか、自分をもっと表現していこうかなと思った時に、いやこっちの方がいいかもしれないとか、いやこういう言い方の方が伝わるかもしれないみたいに、ちょっといろいろ考えやすいよっていう時だということを分かった上で行動すれば大丈夫ですからね。そしてちょうどその3月20日までっていうのが自分の中にこもっていろいろ感じていた時期だったので、もうタイミング的にはいいよ、外に出てもいいよっていうタイミングなんですけど、なんとなくじゃあ行ってもいいって言われてもどこに行ったらいいのみたいな、そんな感覚があるかもしれません。ちょっとカード見ていきますが、まず入り口のところがペンタクルスのナイトということで、すごく自分の将来を見据えてこう考えているんだなっていう感じがありまして、これはよく言うとすごく慎重に、勢いだけで進まずに慎重に考えているとも言えるんですが、悪く言うと考えすぎて一歩踏み出せないとか、条件ばっかり見てどうしようみたいな感じもあるんですね。でも本来このペンタクルスのナイトっていうのは、このカードは描かれ方が少し違いますけども、すごくね本当は自分にとってすごく大事なね才能とか、気質とかっていうのを自分で分かっていて、それをどのように生かしていこうかっていうのを真剣に考えているっていうカードだったりもするので、考えて温めてっていうことをしてるんだなっていう感じがあります。で障害となるのが、今後どれだけ自分の可能性が膨らんでいくのかっていうことをなんていうかな、捉えてほしいというか、今その条件が全部揃ってるとかではなくて、今後自分次第で可能性って増えていくんじゃないかなとか、
そういう感覚で見てほしいという感じです。例えばお仕事を探している方とかでしたら、こう面接受けてる時の条件っていうのはそんなに良くないんだけど、でもこの会社の発展性があるなとか、この会社で働いたらすごくいろんなことを学べそうだなとかっていう、こう入ってからのね経験値とか、何か自分の中の可能性っていうのが増えていくんじゃないかっていうのがキーみたいなんですね。なので今あるその条件、そして今持ってる自分っていうのが全く一致しなくても、全て一致しなくてもいいよっていう感じがします。でもう少し前からご自身もね、なんかいい切り替えをして、じゃあ頑張ろうみたいな、こう何かを終えて新しくいくっていうような流れにもう入ってると思うんですね。でもなので宇宙の流れも応援してるし、伊手座の皆さんも本当は自分の中でも決断ができているっていうような一致しているので、じゃあ行きましょうっていう時なんですけど、本当にじゃあどこに行っていいかわからないっていう、自分の世界がわからないみたいな感じがちょっとありますね。ただね、最初にお伝えしておくんですけどオラクルがね、やっぱりソードの8の逆っていうのは思考で自分をがんじがらめにしてるかもしれないので、自分を自由にしてくださいねと、あんまり考えすぎないでねっていうのがもうこの2週間のトータル的なメッセージ、それが一番強いメッセージなので、考えても考えても答えが出ないっていう状態になりやすいのでね、こういう時っていうのは頭の中での条件とかいろんな情報ではなく、なんかこう本当に落ち着いて、自分にはどんな可能性があるのかなって思ってみたら、まだまだすごいいっぱい可能性があるじゃないみたいな、どれだけ未経験だったとしても、今までできてなかったとしても、これからこう、命ある限りっていうか、いろんなことを経験できるし、そのお金を稼ぐことだけじゃないとか、就職することだけじゃないとか、何かを達成することだけじゃなく、自分にはこれからいろんなことができるんだみたいな、そういう感覚っていうのを思い出してほしいんですね。そしたらどんな条件のものだって当たっていくっていうか、そこからまた膨らんでいくっていう感じがします。これは例えでね、ちょっとお仕事の話で例えましたけど、もしかしたらそのいろんなことをやり遂げた、なんか一段落した、例えば子育て一段落したとか、会社も定年退職したとか、何かそういう人一段落したっていう方とかも、本当に新しい生活っていうかな、人生を切り開いていけるんだけど、その昔の思考癖でまだ本当の自分の可能性信じてないっていう感じがしたので、ちょっとこの辺見てみますね。ワールドの補佐カードを出してまたワールドが出るってすごいですよね。自分の世界は自分で作っていけるんだよって言われてる気がしました。今は自分ではね、私はどこに行けばいいのとか、どうすればいいのと思ってるかもしれないけど、どうだってできるよみたいな、自分次第でいくらだって世界は作っていけるんだよっていうカードが出てるので、なんと頼もしい宇宙のメッセージですね。そうね。そして何か気持ち的にね、強い刺激とか強い喜びとか、その興奮状態みたいなものがないと、なんとなくダラーンとしちゃうみたいなこともあるかもしれないんですけど、でも仲間がいるじゃないかみたいな感じのカードが出てます。これは家族とか仲間とか、今まで自分が生きてきて知り合ってきた人、関わってきた人全てが価値ある存在だよねみたいな感じがあるので、その何か強い刺激だけを求めないようにしてくださいね。日常生活ってやっぱり平穏で、平穏だからこそ、何か嬉しい時があった時にわーって盛り上がって、またちょっと落ち着いてみたいな感じなので、常にいい状態をキープするというよりは、平常でいって、平常の中の幸せを感じるっていう方がいいような気がします。そしてその次ね、いきなりスピードっていうことでね、急に動きが出てくるんですね。急に動きが出てきます。やっぱり行くとか、やっぱりこうするとか、そうだみたいな、なんかそんなひらめきがあって行きそうな気がしますね。ここでもカップのページと戦車っていうのが出ていて、なんか何か一つ自分の中でこうアイデアが湧くっていうか、そうだそれいいかもみたいなね、なんかそういう自分にとってはちょっと浮かれてる話のように感じることかもしれないですけど、それいいかも、それ行ってみようみたいな感じで、急になんかいいものを見つけてそこに向かっていってるっていう感じがあります。なのでこのスピードの逆っていうのは、急に物事が展開してくるっていう感じですね。でその後、バンドのキングということで、すごくその自分の目上の人とか経験のある人とか、そういう人に
そういう人と会っていくとかね、関わっていく機会があるなっていう感じがしますし、その自分が動いた後に自分の中の誇りに思ってることとかいいと思ってることをちゃんと表現する機会があるよっていうふうに言われているので、もし今ね何か自分は自分の世界を生きてない気がするって思ってらっしゃる方はそれは今自分の思考がそのように見ているだけであって、それをこれは自分の思考癖なんだと思ってそれを外してみたら、世界はいくらでも自分で作れるんだったっていうところで気持ちが変わり急に動き出すって感じがあります。ただちょっとね対策として言われているのはソードのねページとペンタクルスの7っていうのが出ているので、現実的なお金のこととか何が自分に手に入るかっていうことを考えすぎると、すごく疑いの気持ちとか、本当にそれできるのかなとか、これやっても意味があるのかなみたいな感じで、もう思考の沼に入ってしまいそうな感じがあるので、今はあんまりそれ考えすぎないでください。例えば先ほどの就職とか転職の話にしても、どれだけの保証があるのかなとか、どれだけお給料もらえるかとか、そういうことばっかり考えてると、全然その仕事の喜びだったり自分の能力っていうのがなかなか出てきにくいっていう感じがあるので、今はそれよりも将来的な可能性、自分の中から何が育っていくのかっていうことを思った上でやってください。その方がよっぽどね、何か自分の誇りに思うところが育ってくるって感じがします。これはアルバイトでもそうですし、未経験のものでもねいいような気がしますよ。はい、ちょっと裏から見てみようかなはい、ソードの2とジャスティスの逆ということで、やっぱりねもうあっちがいいのかこっちがいいのかどれがいいんだみたいな感じで、もう天秤にかけて答えが出ないみたいな感じになってる感じがしまして、こういう時はもうどっちがいいかさえ忘れてしまうみたいな感じで、ちょっとこの問題は置いといて、じゃあちょっと散歩に行ってこようとか、ちょっと全然違うことして自分の空気感雰囲気変えようみたいな感じするのがいいような気がしますよ。とにかくね、何に縛られているのかっていうのを自分で気づいたら外せますからね。でとはいえ、いやでもその問題がクリアにならないと安心できないんですよって思うかもしれないけど、その問題に集中する、解決しなければって言って集中すればするほどその問題を自分が保持してるってことにもなりかねないので、一旦置いてちょっと気分転換みたいにするといいのかなと思いました。そして今なんか仕事の例えはしたんですけれども、人間関係もね、なんだか友達とわーっと遊ぶとか楽しくするっていうよりも、何か自分のその心の中の、不安なことというか解決したいことっていうものに必死になっていて、友達関係関係性はあるけれどもそんなに楽しめてないって感じがありますね。まずこれを解決しなくっちゃみたいな感じがあります。でも先ほど言ったようにちょっと一時的に置いといて気分転換したり、ちょっと遠出してみるとか、急な動きをね、普段と違う動きっていうものを日常生活の中に入れてほしいなと思いました。ちょっと対策見てみますね。でも星ではね、あれですよ、4月の3日ぐらいっていうのもすごく優しいエネルギーがありますし、ちょっとほぐれるみたいなねありますし、4月5日以降っていうのは一般的な星でいうと恋愛運が上がる時とか、もっと楽しくなるっていう、人生に生活に喜びを増やしていくみたいな流れがあるので、本当は恵まれている、本当は自分の世界の中で豊かさはある。だけど自分がこだわってることにこだわってる以上、すごく思考が狭くなるっていう感じがあるので、せっかく明るい時ですから気分転換してほしいなって感じはあります。はい、ちょっと気をつけることね。裁きっていうカードが出ています。自分のこと裁いていませんか？もしかしてダメだとかこんなんじゃダメだみたいな感じで裁いてませんか？これ鏡に向かってる自分になんか文句を言ってるみたいなカードなんですよね、これ。なので誰よりも自己ジャッジが強いみたいな、ジャッジワーク受けた方がいいんじゃないでしょうかありますから。はい、はい、ジャッジワークにご興味ある方はそれもちょっと概要欄に載せておきますね。自己ジャッジって外せるものなので、ちょっと対策見ましょうね。どうしたらいいのっていう対策は、もうそのままのあなたでいいんですよみたいな、真実の自分で歩いていってくださいと。何も他者とか環境に合わせた自分にならなければいけないというわけではないので、その
たまたま自分が思ってることがその通りになっていないとか、将来の自分の理想像に合わせてそこに到達する道っていうのをもう選びすぎてわからないってなっているとした時に、いや今までやってきたことだって素晴らしいし、どんな経験でも素晴らしいし、その今の自分を今の自分で堂々といればいいんですよっていう感じ。自分を責めるのはやめましょうっていう感じがしますね。そして得られるものはインスピレーションということでいいですね。インスピレーション、ここでもね何か湧いてくるっていうふうに出ているので、やっぱりちょっと気分転換することで、あ、そうだみたいなね、そんな感じでどうやったら自由になれるのかっていうのが出てくるような気がしますね。そして最終的にはハイヤーマインドということで、もう意気揚々となんか意識高く飛んでいってるって感じ。こっちも飛んでいってますけど、こっちも飛んでいってますね。でさらにここでも戦車で走っていってるっていうのがあるので、おそらく4月に入ったぐらいからかな、急にもうなんか動きが出てきてますね。いいと思います。とっても楽しめる時なんで、ぜひ好きなように動いてください。はい、ということでこの辺にしとこうかな。ちょっとねもう一枚だけ最後、今回はちょっとオラクルカードを引かせてください。このね春の伊手座さんのメッセージね、これですね。はい、お、出ました。ちょっと私フランス語読めないんですけれども、これはですね、許しというカードです。許し、綺麗なカードですよ。なのでやっぱり自分をもしかしたらすごく裁いていたかもしれないというところで、自分に優しく自分に優しくっていうねカードが出て、またこのカードをねじっと見てご自身で感じることがあればそれもメッセージなので感じてよかった